皆さんこんにちは、沢渡一馬です。今回はお絵描き初心者の方が模写とトレースを組み合わせて画力を着実に上達するための方法をお伝えします。絵が上達するのは楽しいですよね。でも、どれだけ練習しても上手くならない時は楽しくないですよね。今回の動画を最後までご覧になると、模写を通じて得られる気づきから着実にスキルアップする方法をしっかりと理解できると思います。私は IT エンジニアとして日々システム開発に従事しつつ趣味で絵を描いています。小さい頃から始めて約20年が経ち、その間にいくつかのコツをつかんできました。今日はこれまでに学んだコツの一つを皆さんと共有したいと思います。このチャンネルでは初心者でも画力を上達させるためのコツや脳科学に基づく効率的な学習方法を紹介しています。画力を向上させたい、または学習を効率的に進めたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。以下目次です。第2章では模写とトレースの基本についてお話しします。第3章では普通の模写練習では決定的に欠けている要素について詳しくお話ししていきます。第4章では模写とトレースを組み合わせたより効率的な練習方法についてお話ししていきます。第5章では具体的な実践方法のご紹介をさせていただきます。最後に今回の内容を振り返って終わりとしたいと思います。さて、絵を描く上で非常に重要な練習方法、それが模写とトレースです。まずはこれらの用語の定義から始めましょう。模写とはお手本の絵や写真を見ながらその作品を再現する行為です。これには作品の細部を正確にコピーする試みが含まれます。一方トレースとは既存の画像や写真などの上に透明な紙やデジタルツールを使用してその輪郭や主要な線をなぞる行為です。それぞれのポイントは、模写はお手本の作品を自分がどう見ているかという主観的な理解を明らかにし、トレースはお手本の輪郭をなぞることで客観的にモチーフの形状を明らかにすることです。では、どうして一般的な模写だけでは学習効果が低くなってしまうのでしょうか。それはお手本との間の差異を客観的に見ることができないからです。先ほどお話しした通り、模写で明らかになるのはお手本を自分がどう見ているかという主観的な理解です。ここで決定的に欠けているのは、客観的に見た時のお手本と自分の理解との間にどれだけの差異があるのかという視点です。言い換えれば、模写はあくまでも自分の主観に過ぎないので、本当に正しく模写できたのか、それともできていないならどこがどう違うのかを正しく見抜くことができないということです。例えるなら、模写だけで満足してしまう人は、模試を受けて問題を解いただけで満足してしまう受験生のようなものです。間違えた問題の解説を読んで理解修正しないと学習効果は低いままです。同じように、模写後に自分の作品とお手本との違いをしっかりと分析することが重要です。では、模写に加えて何をすべきかというと、それがトレースです。トレースを行い、模写した絵の上に重ねてみることで答え合わせができるのです。では、このプロセスについて見ていきましょう。模写が終わった後、重要なのはお手本の輪郭をトレースし、それを自分の模写した絵に重ね合わせることです。そうすることで、自分の描いた絵とお手本との違いが明確になります。つまり、模写は私たちが物をどのように見ているかを映し出し、トレースはそれを客観的に確認する手段と言えます。それでは実際にやってみましょう。こちらは私が模写したウィリアム・アドルフ・ブグローのヴィーナスの誕生です。ボッチテリの方が有名ですけれど、僕はこっちの方が好きです。次にこれを元の絵のトレースと重ねてみます。そうすると胸郭の位置に違いがあることがわかります。私は胸郭を垂直に描いてしまいましたが、元の絵ではもっと斜めになっています。胸郭が斜めになることによって、ヴィーナスの体が作る曲線が大きくなって、より女性的な柔らかさが表現されているように感じます。この違いには重ねる前には気づきませんでした。ところがこの方法によって客観的に自分の描いた絵が正しいのかどうかを検証することができ、自分が描けていない部分が誰の目にも明らかになりました。ここまでに模写は私たちがモチーフをどのように見ているかを映し出すものだと説明しましたが、もう少し具体的に私たちが物を見る時の知覚について見ていきましょう。書籍脳の右側で書けによると、私たちは実際に目の前にあるものをシンボル体系を通じて認識してしまうそうです。これは物を見る際に
無意識に知識として知っているシンボルイコール記号を当てはめてしまう癖のことです。その結果、実際の形状や特徴を見逃してしまうことが多いのです。記号というと分かりにくいかもしれないので、言葉と考えてみてください。例えば、石ころをイメージしてみてください。頭の中でイメージできましたか？それでは、この写真を見てください。イメージしたよりもずっと細かくきめ細かい構造をしていると思いませんか？そう、人間はこういった細かい詳細を認識すると脳の負荷が高くなってしまうので、抽象的なイメージを使って認識しているのです。そのため現実の石ころを見るときも、この頭の中のイメージを現実の石ころに当てはめることで脳の負荷を下げているわけなんですね。だから目の前のものに間違った記号を当てはめてしまった場合、空目になるわけなんです。これがいわゆる錯視という現象の一種です。シンボル体系というのはこの本の中だけの概念なので、あまり覚える必要はありません。それよりも言語で理解した知識、すなわち記号が我々の認識を歪めてしまうことがあるということを理解することが重要です。例えば立方体を描こうとするときがこの本の中で挙げられています。これは実際に子供たちが本物そっくりに描こうとした立方体の絵の模写です。子供たちは知識を使ってこの立方体を描こうとしました。立方体は四角いので、四角い角を表現するために正方形から描き始めました。そして水平の床に置かれているので、底辺を水平に描いてしまうのだそうです。しかし立方体を本物らしく描くためには、頭でっかちな知識を抑えて一見おかしな形を描かなければなりません。この絵を修正すると、このようになります。立方体を描こうとしたとき、私たちは知識として四角い角という知識を持っているので当てはめてしまいがちですが、実際には視点によって角が歪んで見えます。知識からするとおかしい描き方ですが、ずっと正確な立方体に見えます。トレースを利用すると、このような知識に基づく誤解を修正し、よりリアルな立方体を描くようになることができます。この立方体に当てはめると、このような違いが誰の目にも明らかです。これにより、お手本の角が歪んでいることに気づけるので、次からはそこを修正した絵が描けるようになり、その分上手になっていると言えます。このように、模写とトレースを使った自分の認知の歪みを明らかにしたことで得られる気づきは、絵を上達させるための重要な鍵です。自分の作品に対する深い理解を得るためには、このような気づきを大切にすることが必要です。だからこそ、お手本のトレースを利用し、違いを明らかにする必要があるのです。ここまでで模写とトレースを組み合わせることで改善点に気づく方法をご紹介してきました。しかし、これを実践していくためには、しっかりとした思考プロセスをしていた方がより効果的です。この章では、書籍エンジニアの知的生産術の第1章を参考に、模写とトレースを使って改善点を見つける方法の具体的な進め方をお話しします。この方法は1サイクルを構成する3つのステップを繰り返す方法です。第1ステップは情報収集と実体験で、これは模写やトレースに相当します。実際に手を動かして学ぶことで、模写した絵にトレースした線を重ね合わせるところまでを指します。次にステップ2は抽象化、モデル化、そしてパターンの発見です。これは具体的な情報から共通パターンを見出し、重要な点とそうでない点を判断することです。模写やトレースした絵を比較することで明確になった違いの原因を調査することが目的です。プログラミングのヤグニ原則は必要になるまで実装しないというものですが、これを絵に応用すると必要になるまで調査しないということになるでしょう。目的が不明確な状態で資料を見ると学びにならないことが多いです。必要になったら調査するということが大切です。そして気づきを得て、これが解決策だというパターンを見つけてから、そのパターンを自分の言葉で説明できることがゴールです。最後にステップ3の実践・検証では、自分の理解が正しいかどうかを確かめます。自分が理解したと思っていることが実際には誤解かもしれないため、実際にパターンを用いて試すことで、その効果を検証します。模写の場合、ステップ2で得た気づきをもとに、もう一度模写してみます。別のお手本を使うときは、気づいたポイントの正しさを検証できる題材を選ぶことが重要です。最後に、アインシュタインの理論構築と考え方についてご紹介します。これを用いて振り返りを行いましょう。アインシュタインによれば、理論構築の基礎は経験にあります。
一番下の E ですね。これが経験にあたります。彼は経験から直接理論に至る。要は共通パターンのことですね。ここに至ると考えています。これは徐々に抽象的な理論に進むのではなく、直感によって理論に至ることを意味しています。例えば論理的に考え続けても解決できない問題が、突然お風呂に入っている時にふと思いつくことがあります。これがステップ2のパターンに相当するものです。その後、理論を具体化した主張が論理的に導き出されます。これは抽象化の度合いが異なるだけで、どちらもパターンに相当します。そして、これらの主張を経験を通じて検証することが、ステップ3の実践検証に相当します。それでは、ここまでお話ししてきた理論を実際の練習にどのように活かすか、具体例を通じて説明します。今回のテーマは、自分の描く胴体の描き方に違和感があるという課題に対処するというものです。大きくはこれまでのステップの通り、ステップ1で情報収集と体験、模写とトレースを行い、ステップ2で抽象化モデル化パターンの発見を行い、ステップ3で実践、ステップ2で導き出したパターンやモデルが正しかったのかどうかを検証します。まず、上半身の模写を行い、お手本をトレースした線を重ね合わせました。今回は、模写の上にトレースを重ねていますが、もし時間がなければ、お手本の上に模写した線を重ねてみるのもありです。トレースしている最中にも気づきがあったりするので、個人的にはトレースはやった方が良いような気がしています。そして、この模写を通じて自分の絵では、肩の太さと奥行きが大きく異なることに気づきました。同じモチーフでも何枚か模写を続けたところ、やはり肩の幅と奥行きが不十分であることを確信しました。大きく異なるというのは、どうやら肩の太さと奥行きが細く小さいようです。そこで肩の幅と奥行きがもっと太く大きくなるように比率を計算して、その基準に基づいて書けばよいのではないかという仮説を立てました。そこで美術解剖学や人物デッサンの参考資料にあたって比率を確認し、新たな比率を作成しました。そしてステップ3で実際にうまくいくかどうかを検証しました。すると前よりは自然な胴体が描けるようになりました。これで2で導き出したモデルが正しかったことを確認できました。そしてまとめです。今回の動画では模写とトレースを通じて初心者でも画力を向上させる方法についてお話ししてきました。まずは模写とトレースの基本についての要点を再確認します。模写はお手本を再現しようとすることで深く理解し、自分の技術として取り入れるための方法です。一方でトレースはお手本の形や構造を理解するのに役立ちます。これら2つの技法は相互に補完し合い、画力の向上に欠かせない要素となります。両者を組み合わせることで画力の向上に大きく貢献することができます。また具体的な練習方法として、プログラミングの学習法を転用した模写とトレースの実践をご紹介しました。ここでの重要なポイントは、情報収集、抽象化、実践の3ステップを正しく踏むことでした。実践方法の具体例として、自分の描く胴体の描き方に違和感があるという問題を取り上げました。模写とトレースを繰り返すことで、自分の絵とお手本の違いを明確にし、より自然な比率で描く方法を見つけ出すことができました。最後に総括すると、模写から得られる気づきを大切にすることが絵を上達させるための鍵です。皆さんも今回学んだ模写とトレースを実践することで、画力が向上することをお約束します。継続は力なり。一緒に上達を目指しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。